いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は日本沿岸に広く分布し、釣りは冬、食は夏に旬を迎えるマコガレイについて解説いたします。本日の目次です。分類・分布、形態、生態、文化・歴史、釣り場、釣り方、仕掛け、料理、この8つの項目について解説いたします。分類・分布。分類、カレイ目、カレイ科、ツノガレイ属。別名、マコ、アマテ、クチボソ。日本沿岸に生息するカレイ科の魚はおよそ40魚種います。釣り人に知られた種としては、本種の他にマガレイ、スナガレイ、イシガレイ、ヌマガレイ、メイタガレイなどがいます。最大で 2.5 メートルにもなるオヒョウ、ハリバットもカレイ科の魚です。マコガレイはイシガレイと並んで最もポピュラーな種で、釣りの対象魚として人気が高いのと同時に市場価値も高いです。日本近海におけるマコガレイの分布域は北海道南部から九州大分県、朝鮮半島、東シナ海と広く、成魚は水深100メートル以前の砂底もしくは砂泥底に生息しています。河口付近にも生息しますが、汽水域では本種よりも近縁種のクロガシラカレイやクロガレイに出会う確率が高いです。また、イシガレイやヌマガレイと異なり、淡水域にまでは入り込みません。形態。目が右側に寄っているのがカレイ科の魚の特徴です。カレイ目の魚はいずれも左右非対称であり、横向きに泳いで目が体の左右どちらかに偏ってついています。左ヒラメの右カレイと言われるように、ヒラメか牛の下かなどの他のカレイ目の魚との違いは、ヌマガレイを除いて両眼が体の右側にあることです。体の右か左かはエラや胸びれの位置を見ればわかります。本種は近縁種のマガレイと似ていますが、マコガレイの無眼側、裏側は一面が白色です。また、マガレイでは背びれと尻びれの基部に黄色い帯があります。また、イシガレイは有眼側の背中側線付近、腹に石状の突起物があることで見分けられます。生態。成魚はチロリ類やゴカイ類などの多毛類や二枚貝類、横エビ類など小型の甲殻類を捕食します。口は小さく見えますが、大きな餌も丸飲みします。仔魚期にはケイソウ類、貝類の幼生、貝足類、ノープリウスなどを食べます。産卵期は11月から2月で、北の海域では遅くなり、北海道では春まで続きます。北海道知内町漁業協同組合の調査によると、津軽海峡周辺には4つの群れがあり、早い群れは11月下旬から産卵が始まり、遅い群れでは5月いっぱいまで産卵行動を行います。これらの群れはそれぞれの産卵周期にズレがあって、互いに重ならないことが分かっています。産卵場所は湾外や湾口付近の水深10メートルから60メートルの海底、1匹のメスが30万から330万粒の卵を産みます。カレイ科の魚は不精卵であるものが多いですが、本種はクロガシラカレイやクロガレイとともに例外的な沈静付着卵です。潮通しの良い岬の先端部などで浅くなるに従って砂泥、砂、砂礫へと変化する場所で多く産卵し、より深い泥底では受精卵がほとんど見つかりません。孵化までを海底で過ごし、体長 3mm ほどの仔魚になると浮遊します。全長 7mm ほどで左岸が移動し始め、体長 10mm ほどになると変態が完了した稚魚になります。この成長の過程で仔魚は湾内に移動し、泥底に着底します。浮遊する期間はカレイ科としては短く30日以下です。稚幼魚期は湾欧の浅い場所に移動し、
1年で体長8センチメートルから10センチメートル、2年で15センチメートルから20センチメートル、3年で23センチメートルほどに成長します。成熟には早い個体で2年、通常は3年かかります。また、オスよりもメスの方が大きくなり、オスは全長35センチメートル程度であるのに対して、メスは全長50センチメートルほどに成長します。報告されている中では、寿命はメスの方が長く、オスは8歳、メスは11歳程度です。平成7年には、北海道知内沖で13歳、全長 468mm のメスが捕獲されていますが、これは非常に稀な例と考えられています。カレイの仲間は体色や模様を変えて周囲の環境に同化するのが特徴です。目の周囲の色を見て体色を変え、白い砂の場所では白っぽく、黒い砂や泥の場所では黒っぽく変色します。文化・歴史。ヒラメやカレイを比目魚とも呼びます。これは中国の伝説にある目が一つで2匹並んで初めて泳ぐことができるという魚のことで、仲の良い夫婦の例えとされています。また、英語ではカレイ目の魚をフラットフィッシュ、平たい魚と呼びます。そのうちカレイやヒラメはフラウンダーと呼びますが、この単語にはもがく、孫つくの意味があります。日本名カレイの語源には諸説あり、そのうちの一つには片割れ魚から来ているというものがあります。身の一方が黒く、一方が白いことと、目が一方に偏っていることからそう呼ばれていました。他に朝鮮半島や中国大陸から食べ方が伝わったため、寒エイ、冬エイ、痩せたエイだからカレイなどの語源という説があります。これらからカレイの形態がエイを連想させたことがわかります。江戸初期の俳諧集である江の子集には、むしりくふ、カレイの腹を打ち返しという俳句があります。慶応・明治時代の俳人、正岡子規の句には、茶の花にカレイ干したり門徒寺があります。また、大正・昭和の俳人、西島麦南は、カレイ干す風にこごめ花の先にけりという句を詠んでいます。しかし、他に知られた句は見当たりません。親しみ深い魚でありながら、俳句に読まれることが少ないのは、ヒラメを含め多くの魚が季語になっているのに対し、カレイは季語ではないからでしょう。カレイ科の魚では、希少価値の高い松川ガレイが最高級と言われますが、マコガレイも市場価値が高い高級魚の部類に入ります。特に大分県日出町では、白下カレイの名で珍重されており、町の特産品ともなっています。白下カレイの名は、木下港の養殖場跡に近い場所で取れるところから来ています。この周辺では、海底から真水が湧き、それが豊富な餌を生み、美味しいマコガレイが育ちます。白下カレイの旬は5月から6月。木下港は豊臣秀吉の正室、ネネの一族で、4年に一度のうるう年には、生きた白下カレイを早馬で運んで献上したという記録が残っています。釣り場。砂底や砂泥底の場所がポイントです。穏やかな湾内は小型のマコガレイが生息します。大型の個体は潮通しの良い湾口付近が狙い目です。手軽に釣りが楽しめる釣り桟橋や釣り公園でもマコガレイが狙えるところは多いです。外海に面しているなど潮通しの良いところに作られた施設がおすすめです。釣り方。カレイ釣りは瀬戸内、関東、東北、北海道で盛んです。冬の防波堤釣りの対象魚として人気です。特に東北より北ではマコガレイ以外にも多くのカレイの仲間が釣れます。瀬戸内では投げ釣りが盛んで、他の釣り物がなくなる冬に最盛期を迎えます。東京湾の沖釣りでは冬にシーズンがスタートし、シロギス釣りが始まる5月頃まで行われます。
産卵期は卵を持った個体が浅場に入り込んできます。投げ釣りでは産卵のために浅場にやってくる12月から2月が釣りのシーズンとなります。砂浜や河口付近、それらに隣接した防波堤などがポイントになります。満潮前後の潮が動く時間帯がベストですが、潮の速い海域では逆に潮止まり前後を狙います。大物ほど潮通しの良い流れが比較的速い場所で釣れます。砂や泥の中に身を隠して餌を待つため、砂底や砂泥底のエリアを狙います。ヒラメと比較すると口が小さく捕食行動も俊敏ではないので、ヒラメを狙うのに生き餌やミノープラグなどが多用されるのに対して、カレイではイソメ類やワームなどを使うのが一般的です。仕掛け、投げ釣り、2、3本、数本の竿を置き竿にして当たりを待つのが一般的です。待ちの釣りになるので、竿を固定しておく三脚は必須です。仕掛けは市販品で問題ありません。北海道では胴付き仕掛けを使う釣り人も多いです。岩礁が点在する砂地を狙う場合には、胴付き仕掛けの方が根がかりした時に重りだけを残して回収することができます。餌はアオイソメやマムシ、イワムシが使われます。潮の動きで活性が大きく変わる魚なので、探るよりも粘る方がいいです。小さな群れを作って移動するので、1匹釣れたらその周辺を重点的に狙うようにするのが大切です。ポイントとなるのは駆け上がりや船頭など海底に変化があるところです。こうした変化に潮目などが絡んでいればさらに期待できます。ルアーで狙うこともできますが、コチやヒラメの下道として釣れる場合がほとんどで、専門で狙う人は少ないです。カレイを狙うならミノープラグよりもワームなどを使って底付近をゆっくりと誘うのが基本です。沖釣り。カレイの沖釣りは東京湾で盛んです。鹿島灘は大型カレイが釣れることで知られています。大型が中心となるエリアではタックル全体がヘビーになってきますが、東京湾の沖釣りやボート釣りではライトなタックルで十分に楽しめます。基本はシロギス釣りの仕掛けと同様ですが、ハリスの血元にビーズなどを入れてアピール度をアップする釣り人も多いです。餌はアオイソメが一般的です。砂煙に興味を持って寄ってくる習性があるので、重りをこづいて砂煙を立てるのがコツです。料理。高タンパク低脂肪でカルシウムとその吸収を促進するビタミン D も豊富です。タウリンも豊富で非常に体に良い食材と言えます。大物は刺身でもいただけますが、ポピュラーな料理法としては煮付けや塩焼きです。小型の魚は唐揚げがおすすめです。手のひらサイズならば干物にするのもいいです。食材としての旬は地方によって差があり、九州地方では夏、東北地方では晩秋から冬とされています。また北海道では陶器、卵を持った子持ちガレイが喜ばれ、煮付けや塩焼きなどで食べます。煮付け。一匹丸ごとのカレイを余すところなく食べられます。さっと湯通しして冷水につけ、表面を固めると味わいを閉じ込めることができます。卵巣のある冬のマコガレイは卵と一緒に煮付けて子持ちガレイの煮付けにします。刺身。小型の魚では身が取りにくいですが、大型が釣れたら試してほしいのが刺身です。5枚におろして薄くそぎ切りにします。歯ごたえがあり、甘みを感じる刺身は絶品です。引いた皮は捨てずにポン酢和えにすると無駄が出ません。皮のポン酢和え。刺身を作るときに引いた皮は熱湯をさっとかけて湯引きし、細かく切ってポン酢で和えます。柔らかい皮には旨味がしっかり残っていて、酒のつまみとしておすすめの一品になります。もみじおろしを添え、レモンやライムを絞っていただきましょう。唐揚げ。味付けは塩だけで、カレイの味を損なわないように作るのがおすすめです。
1匹丸ごと揚げるときは、フライパンに油を入れ、お玉で上から油をかけながら揚げるといいでしょう。刺身などを作って残った骨や皮も唐揚げにすると食べられます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。